皆さんはネットショッピングで注文した商品がどのような倉庫で管理されているか考えたことはありますか？実は今、日本の物流業界に革命的な変化が起きています。なぜ従来の倉庫システムでは都市部の限られたスペースで効率的な物流を実現することが困難だったのか。そしてなぜ多くの企業が人手不足と効率化の課題に直面しているのでしょうか。これらの課題を解決する画期的な技術が今注目を集めています。それが世界初のリニアモーター駆動による都市型立体ロボット倉庫システムキューバスです。従来の倉庫システムとは全く異なるアプローチで物流業界に新たな可能性をもたらしているこの技術は一体どのような仕組みなのでしょうか。今回の動画ではキューバスの革新的な技術や開発背景から関連する日本企業まで詳しくご紹介します。当チャンネルではこのような最新の技術や注目企業を分かりやすく解説しています。情報収集の機会を逃したくない方はぜひチャンネル登録をお願いします。それでは物流効率化の最前線で起きている技術革新を詳しく見ていきましょう。キューバスの開発は現代の物流業界が直面する深刻な課題から始まりました。 EC 市場の急速な拡大により物流量は大幅に増加。国土交通省が5年ごとに実施している全国貨物全流動調査では1990年度には3日間で13,656件だった配送件数が2021年の調査では25,080件と約2倍に増加しています。特に都市部では倉庫用地の確保は困難で限られたスペースでの効率的な物流システムの構築が急務となっていました。従来の自動倉庫システムは同規模な施設と広いスペースを必要とし都市部の狭小地での設置には適していなかったのです。さらに少子高齢化による労働力不足も深刻な問題となっており物流業界では自動化省人化への取り組みが不可欠となっていました。これらの背景から都市部の狭いスペースでも設置可能で高い格納効率を実現できる新しい物流システムの開発が求められていたのです。日本の物流業界を取り巻く環境は年々厳しさを増す中でこれらの課題を解決するため2015年2月にキューバス株式会社が設立されました。会社設立から現在まで同社は継続的に技術開発と事業拡大に取り組んでおり2025年4月には高知県高知市に研究開発拠点を移転しより一層の技術革新に注力しています。キューバス株式会社の代表取締役社長兼 CEO 大久保勝弘氏はもともとソフトウェアエンジニアでした。アパレル業界向けの販売在庫管理システムやスマートフォン用ポスシステムを開発提供する企業を起業し上場まで達成した経験も持っています。その経験を通して世界で戦うにはソフトウェア単体では難しいと実感し日本のものづくりと組み合わせたソリューションを模索していました。さまざまな可能性を模索する中で転機となったのは友人からの一言でした。友人のアメリカの倉庫は物の方からやってくるよという一言が大久保氏の強い関心を引きました。この友人が言いたかったのは GTP という仕組みだったと考えられます。 GTP とは物流や倉庫管理の分野で使われる用語を指し人が動くのではなく商品が自動的に人の元へ運ばれてくるシステムのことです。当時の大久保氏にはそのイメージが全く湧かず物の方から来るってどういうことだと頭を悩ませました。真空状態で運ぶ方法などさまざまなアイデアを検討する中で現在のキューバスの原型となる発想にたどり着きました。この着想が世界初のロボット倉庫システムキューバス誕生のきっかけとなったのです。キューバスは従来の常識を覆す革新的なロボット倉庫システムと言えるでしょう。その最大の特徴は世界初となる
リニアモーター駆動の自立搬送システムです。ではキューバスは具体的にどのような仕組みで動作するのでしょうか。システムの核となるのは独自開発のリニアモーターが内蔵されたフロアタイルです。タイルを床に敷き詰めることでまるでパズルを解くかのように前後左右へ自動で移動するのです。リニアモーターは従来の回転式モーターを直線上に引き伸ばした構造をしています。磁石の N 極と S 極を直線上で交互に配置し、コイルへ電流を流すことで磁界を発生させ、物体を直線的に動かす仕組みです。キューバスではこのリニアモーター技術を床面側に設置することにより、移動する棚やトレイ側にはモーターやバッテリーが不要となっています。これにより稼働側のトレイには滑車がついているだけで、システム全体を 100V 電源で動かすことは可能になりました。一般的なリニアモーターの形は稼働対象を両サイドからコイルで挟んで動かすものですが、キューバスのシステムは上に乗っているだけという独特な構造を採用しています。最初は動かないと言われたが、我々の熱に根負けしたある企業がやってみたらできたと大久保氏は振り返っています。この技術革新により従来システムと比較して格段に省エネルギーでの運用が可能となりました。従来の自動倉庫はクレーンやコンベヤを AC モーターで常に回し続けていたため、停止中でも電力を消費していたのです。一方でリニアモーターは動いている間しか電力を消費しないため、従来の仕組みに比べて大幅な省エネを実現しました。フレームをジョイントして縦横に拡張するユニット構造形式を採用しているため、レゴブロックのように柔軟な拡張性を持っているのです。基本的にタネルと呼ばれる床板を組み合わせるだけで設置できるため、大規模な工事も必要としません。そのため必要に応じてフロアの追加やレイアウトの変更が可能で、設置スペースや用途の変化にも柔軟に対応可能です。例えば最初は小規模な倉庫として導入し、事業拡大に合わせてユニットを追加するなど段階的なシステム拡張ができるのです。大規模な倉庫から都市部の狭い場所までニーズや環境に合わせた最大限の収納効率を実現できる点が大きな強みでしょう。システムの制御には独自開発の最適経路生成機能 E ルートが用いられています。このソフトウェアにより何十もの搬送物が互いに干渉することなく移動し、同時かつ最短距離の経路を生成できるため、倉庫物流の効率化を最大限に高めることができます。トレイは自己位置を認識しているため、手で押して移動させても元の位置に自動で戻る機能も備えています。これらの革新的なシステムにより、従来は必要だった人が通るための通路が不要となり、格納効率を大幅に高めることができました。さらにキューバスはどこからでも入出庫できる柔軟性を持ち合わせているため、入出庫の行列ができるようなこともありません。現在キューバスには複数の世代があり、第3世代から第5世代まで段階的に機能が拡張されています。現行の第3世代モデルは75リットルのオリコンサイズに最適化され、積載重量 100kg まで対応。第4世代としてハンガーラックなどの搬送に対応した大きなサイズを実装することを計画しています。さらに第5世代では 1×1 パレット1トンまで対応したリフト機構付きのモデルも開発中であり、より大型の荷物への対応も計画されています。実際に導入もされており、2024年9月にはセレクトショップ大手ビームスの物流拠点ビームスウェアステーションに世界で初めてキューバスが導入されています。従来型の自動倉庫では保管が難しかったコートやシャツも Z ラックに吊るしたまま自動で保管搬送できるようになっています。さらに JR 東日本との実証実験では、東京駅の手荷物預かり所内の一区画にキューバスを設置し、荷物の収容量向上や輸入から取り出しまでのオペレーション自動化の検証が行われました。出庫の際、
従来は人手で荷物を探し回る必要がありましたが、キューバスに預けた荷物はシステムが場所を記憶。タブレットで番号を入力するだけで該当する荷物が自動で目の前に現れるため、大幅な効率化が実現しました。キューバスの導入効果は単なる自動化にとどまりません。必要最小限の規模から導入できるため、初期投資を抑えられ、自社で倉庫を持つことができなかった中小企業にも導入しやすくなっています。加えて、業務アプリや倉庫管理システムを含めた全システムの自社開発、販売もしており、包括的なソリューションとして提供できる点も強みです。日本の関連企業。キューバスの技術革新と市場展開において、いくつかの日本企業が重要な役割を担っています。これらの企業との協業により、キューバスはより広範囲な市場への展開と技術的な進歩を実現しています。株式会社トヨタ自動食器、証券コード6201。株式会社トヨタ自動食器は、トヨタグループの母体として1926年に設立された歴史ある企業です。同社はフォークリフトとカーや混用コンプレッサーで世界トップシェアを誇る産業車両事業を中核とする総合物流機器メーカーです。2024年12月、イニアモーター式ロボット倉庫システムキューバスを開発するキューバス株式会社は、トヨタ自動食器による追加出資を受けました。この出資の背景には、2024年9月にトヨタ自動食器が拠点全体の設計、施工を手掛けたビームスの新物流拠点、ビームスウェアステーションで、キューバスが世界で初めて導入されたという経緯があります。同社は、物流自動化システムの豊富な導入実績やノウハウ、そして全国規模の販売ネットワークを有しており、これらの資産を活用してキューバスの販売拡大を通じた事業拡大を目指しています。少子高齢化や労働者不足を背景として高まる物流自動化ニーズに対応するため、両社の協業が強化されることで、より効果的なソリューション提供が期待されています。同社の持つ物流機器に関する深い知見と、キューバスの革新的なリニアモーター技術の組み合わせは、日本の物流業界に新たな価値を創造する可能性を秘めていると言えるでしょう。事業面では、同社は機器販売、設置においてキューバス本体の設計、納入をトヨタ L&F カンパニーを通じて受注し、産業車両とのセット販売で高利益率を確保することが期待されています。また、設計・施工サービスにおいては、倉庫全体のシステム設計・施工を一括受注し、プロジェクトごとに数十億円規模の売り上げを計上する可能性もあるでしょう。さらに、導入後においても、稼働後の保守点検契約から継続的な収益を獲得することが見込まれます。三菱倉庫株式会社、証券コード9301。三菱倉庫株式会社は、1887年創業の歴史ある総合物流企業で、全国に約239の倉庫を運営し、約14億立方フィートの保管容量を有する業界大手企業です。倉庫事業を核とした物流事業と不動産事業を主要事業としており、国内倉庫業界でも確固たる地位を築いています。同社のベンチャーキャピタル部門である MLC ベンチャーズ株式会社は、2023年4月に設立され、グループが保有する倉庫や不動産アセットとスタートアップ企業の技術やアイデアを掛け合わせて、物流・不動産業界の社会的価値向上に貢献することを目指しています。MLC ベンチャーズは2024年2月、ABS ベンチャーズ及びトヨタ紡織とともにキューバス株式会社に追加出資しました。これに合わせ、三菱倉庫とキューバスは業務提携契約を締結し、グループのアセットと物流ノウハウを活用した次世代物流倉庫の構築に取り組んでいます。三菱倉庫はキューバスを中核とした次世代物流拠点の共同開発により、プロジェクトフィーや施設賃貸収入を得ると同時に、MLC ベンチャーズを通じた
株式リターンも期待しています。またキューバス導入後の運営受託によって年間管理料を確保する見込みです。三菱倉庫は物流事業において 65% の収益構成費を有しており、キューバス関連への成長投資を2500億円規模で実施する6カ年中期計画を策定し、将来の収益基盤を拡大しています。全国に広がる物流ネットワークとキューバスの都市型立体ロボット倉庫技術の組み合わせにより、従来の物流システムでは実現困難だった効率的な都市部物流の実現が期待されています。特に三菱倉庫の倉庫資産にキューバスを導入することで、限られたスペースでの保管効率向上と作業自動化の両立が可能になるでしょう。トヨタ紡織株式会社証券コード3116。トヨタ紡織株式会社は1950年設立のトヨタグループの一員として、自動車用のシートやドアトリムなどの内装品、アンパーなどの外装品、エアフィルターといったユニット部品など自動車関連部品を製造・販売している企業です。同社は自動車分野で培った開発・生産技術を生かし、航空機や鉄道車両などの分野にも事業領域を拡大しています。また環境に配慮した製品開発にも力を入れており、リサイクル素材の活用や省エネルギー技術の開発など、持続可能な社会の実現に向けた取り組みを推進しています。同社も2024年2月に MLC ベンチャーズ、ABS ベンチャーズとともにキューバス株式会社に追加出資しました。100年に一度の大変革期における次世代ラインの構築や物流最適化を実現する重要な技術要素の一つとしてキューバスの活用を目指しています。自動車製造業における物流効率化は生産性向上やコスト削減にとって重要な要素です。特に部品の保管や搬送システムの自動化は製造プロセス全体の効率化に大きく寄与します。同社の製造現場では多種多様な部品を適切に管理し、必要なタイミングで生産ラインに供給することが求められます。キューバスは柔軟な拡張性と高い格納効率を備えており、こうした現場のニーズに応える有力なソリューションとなるのです。資本提携によるキャピタルゲインとして、出資に伴う株式価値上昇で数十億円の評価益を見込むことができることに加え、次世代ライン構築プロジェクト受注では自社内装部品とキューバスを組み合わせたケースマース向け物流パーソナライズソリューションも提供することで、案件単価で数億円から十数億円の売上増加が期待されています。さらに技術協業フィーとしてキューバス動作制御ソフトウェアの共同開発でエンジニアリングサービス収入を確保することもできるかもしれません。いかがでしたか？今回の動画では世界初のリニアモーター駆動による都市型立体ロボット倉庫システムキューバスについて詳しく解説してきました。皆さんはキューバスのような革新的な物流技術についてどのような活用方法を思い浮かべましたか？キューバスの開発背景を振り返ると、日本の物流業界における課題の深刻さが浮き彫りになります。EC 市場は急速に拡大する状況下で物流システムの限界が見えてきていました。物の方からやってくるという発想から生まれたキューバスは、リニアモーター技術を床面に配置するという独創的なアプローチにより、これらの課題に対する革新的な解決策を提示しています。100V 電源で動作し、通路不要で高密度収納を実現するこのシステムは、都市部の限られたスペースでも効率的な物流を実現できるでしょう。何よりもビームスの物流拠点での世界初導入や JR 東日本との実証実験での成果がこの技術の実用性を証明しました。世界の倉庫ロボット市場は2024年の58億2000万ドルから2032年には1798億ドルへと、年平均成長率 15.6% で拡大すると予測されています。日本の物流自動化市場も2023年の 4.26 億ドルから
2033年には15.95億ドルへと年平均成長率 14.11% で成長する見込みです。このような市場環境の中でキューバスの持つ技術的優位性は今後の成長において大きなアドバンテージとなるでしょう。物流業界の技術革新は私たちの生活と密接に関わる重要なテーマです。キューバスのような先進技術の動向を注視し、変化する社会に適応していくことがこれからの時代を生きる私たちにとって重要になるでしょう。今日はここまでです。この動画が役に立った方、なるほどと思った方はぜひチャンネル登録といいねをお願いします。また次の動画でお会いしましょう。